取材班がやってきたのはケニア中央部に位置するサンブル国立保護区です。半砂漠地帯のこの地では乾燥に強いオリックスの姿が目立ちます。1メートルに達する長い角を持つ大人たち。その群れから少し離れた茂みにまだ生まれたばかりの赤ちゃんの姿を見つけました。お母さんはおっぱいをやるときだけ赤ちゃんのところにやってきます。そしてそんな時、赤ちゃんの方もお母さんを敏感に察知するのです。この声は赤ちゃんがお母さんを呼ぶ声。それまで茂みにうずくまっていた赤ちゃんは自分からお母さんの方へ向かいます。お母さんは一直線には赤ちゃんのところに行かず、周囲を警戒しているようでした。勢いよくお母さんのおっぱいを貪ろうとする赤ちゃんですが、お母さんの方はそれどころではないようです。そこへもう一頭、この子のお父さんでしょうか、オスのオリックスも現れて緊張感が高まります。お母さんが逃げ出しました。一頭のメスライオンが迫ってきたのです。木々の間を縫うようにジグザグに走り、追っ手をかわすオリックス。でもこんなテクニックを持っているのは一人前の大人だけ。赤ちゃんはたちまちライオンに追い詰められてしまいました。心配して戻ってきたお母さんが見つめる中、ライオンはじわじわと赤ちゃんに寄っていきます。もはやどうすることもできません。オリックスのお母さんもそう思ったのでしょう。赤ちゃんとライオンを残してその茂みを走り去りました。しかしこの後カメラが捉えたのは信じられないドラマだったのです。オリックスのお母さんが姿を消して30分、赤ちゃんはまだ生きていました。その体はブルブル震えています。いつ殺されるかわからない、想像を絶する恐怖に恐れおののいていたのです。しかしいつになってもライオンはオリックスの赤ちゃんを食べようとはしませんでした。それどころかやがて母親のような愛情を示すようになったのです。メスライオンはただただじっとオリックスの赤ちゃんを見つめていました。そしておよそ1時間ほど経った時です。赤ちゃんは緊張の糸が切れたかのようにその場に座り込んでしまいました。するとそれを見てライオンが動き出します。ライオンは赤ちゃんのそばに静かに腰を下ろしただけでした。もちろん赤ちゃんは戸惑います。捕食者に対する恐怖は遺伝子に刻まれているのです。なんとか逃げ出さなくちゃ。おぼつかない足取りで歩き出す赤ちゃん。しかし誰がどう見てもこんな調子でライオンから逃げ切れるはずはありません。それからしばらくメスライオンは赤ちゃんの後を追ってゆっくり歩き続けました。一体どうしようというのでしょう。やがて2頭の前方にキリンの群れが姿を現しました。キリンたちは奇妙なカップルを発見します。好奇心の旺盛な彼らはオリックスの赤ちゃんとメスライオンが連れ立って歩くのに興味津々。何しろ捕食者であるはずのライオンが獲物であるはずのオリックスの子供をまるで保護者のように見守っているのです。そう、ライオンは明らかにこの子を守ろうとしていました。そのことがはっきりしたのは赤ちゃんがキリンの群れに近づいていった時です。
おそらく赤ちゃんはキリンの姿を見て、自分たちオリックスに近い仲間だと直感したのでしょう。お母さんを呼ぶ時と同じ声で鳴きながら、キリンの群れにぐんぐん近づいていきました。しかしキリンたちはこの子の事情など知る由もありません。キリンの周りをうろうろするのは危険です。6メートルにも及ぶ身長、足の長さだけでも優に 1.5 メートル。もし万が一踏みつけられたら、いえ、間違って蹴られただけでも小さな赤ちゃんはひとたまりもないのです。キリンたちが慌てて駆け出しました。あのメスライオンがキリンたちを脅したのです。まさかと思われるかもしれません。しかしライオンがたった一頭でキリンを獲物に狩りをすることはありません。この時キリンに向かっていったのは、オリックスの赤ちゃんを危険から守る以外、他に理由は考えられないのです。さて、キリンたちを追い払ったはいいものの、メスライオンは赤ちゃんの姿を見失ってしまいました。一体どこへ行っちゃったの？ライオンのお母さんが子供を呼ぶ声。この声を出しながら、メスライオンはオリックスの赤ちゃんを探します。いぶかしげに見つめるキリンたちの周りで、赤ちゃんの捜索は2時間以上にも及びました。そしてついに赤ちゃんを見つけ出したのです。一体なぜこのメスライオンがこのオリックスの赤ちゃんに特別な感情を抱いているのか、その理由は誰にも分かりません。ただずっと観察していると、このメスライオンには家族がいないことが分かってきました。普通ライオンは血縁関係のあるメス同士を中心にプライドと呼ばれる群れを作って暮らしています。ところがこのメスライオンはどのプライドにも属さず、たった一頭で暮らしていたのです。その寂しさがオリックスの赤ちゃんへの母性愛に変わったのでしょうか。前代未聞の疑似親子は長い一日の終わりを静かに迎えました。翌朝、オリックスの赤ちゃんは力なく茂みの中にうずくまっていました。メスライオンが心配そうに赤ちゃんの様子をうかがいます。赤ちゃんはお腹を空かせているんです。本当のお母さんがやってきておっぱいをくれる時を待っているのです。メスライオンがいくらこの子を我が子と思い優しく接しようと、赤ちゃんにとってお母さんの代わりにはなりませんでした。いつの間にか集まったハゲワシたちは弱った赤ちゃんを狙っているのでしょうか。しかしこの時、幼い命が驚くべき生命力を見せました。なんと赤ちゃんはメスライオンのおっぱいを探り、ミルクを貪ろうとしたのです。何としても生き延びようと、おっぱいの周りを強く押し、刺激を与えてミルクの出を促す。赤ちゃんは生まれ持った知恵を発揮して必死に命の糧を得ようとしました。しかし子供のいないメスライオンに母乳の蓄えはありません。やっぱり本当のお母さんを探すしかない。赤ちゃんは残った力を振り絞るように意を決して歩き出しました。
この子を何とか助けたい。我が子と思うこの子をこのまま手放すなんてできない。なすすべがないことは痛いほど分かっているでしょうが、メスライオンはオリックスの赤ちゃんの後を追っていきます。